お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。今日は天茶をご紹介します。皆さん、天茶ってご存知ですか？天茶は抹茶の原料となるお茶で、太陽の光を遮って作ったお茶の葉を蒸してそのまま乾かしたものなんですね。で、石臼で引きやすいように軸の部分や葉脈の硬いところなどを取り除いて細かく砕いたお茶の葉っぱになります。その天茶がこちらです。この葉っぱだけ持ってみるとすごくね、ふわふわっと軽いですね。この傘の割にすごく軽いお茶です。で、この天茶を石臼で引くことで抹茶を作っているんですね。では先ほどこの天茶から抹茶作ってみました。本当にね、大変でした。映像をご覧いただきましょう。どうぞ。はい、それじゃあ石臼で抹茶を引いていきましょう。で、石臼はこういうふうに上下に線がある石で、それでお互いすりつぶして粉末にしていきます。あらかじめこうやって葉っぱを間に挟んでですね、でそれからさらに葉っぱを上から入れていくことで粉末にしていきます。上から見て半時計回り、左回りに回していきます。回すスピードはだいたい1秒間に1回程度。間から粉が出てきたのが見えるでしょうか。でこれ初めに出てくるのはまだ粉末粗いものなので、しばらく回していきましょう。で葉っぱがなくなってきたらまたこの上の穴から天茶を足していきます。楽しいですね。これ昔はこうやってね、人の力でこう回していたんでしょうけども、今は全て機械化されていて楽なんですけども、これほんまにしんどいな。1時間にだいたい 30g、40g 程度しかできないという、それくらい量ができないものなんですね。だから抹茶って高価なものになっていくんでしょうね。最初粗いものはですね、こう取り除いておきます。でこれはもちろんそのまま捨てるのじゃなく、お菓子にね使ってあげるといいでしょう。足して引いていきます。これからは抹茶を立てる用の細かい粒子のものが出来上がりますね。これは疲れますね。早速疲れてきました。ああ、しんどい。しんどいわ。思った以上に重労働ですね。ちょっと集めてみましょう。見てください。これ本当に綺麗な緑色。さあ、どうでしょうか。これはすごい。疲れるよこれは。はい、出来上がった抹茶がこちらになります。すごくね、細かく鮮やかな色に変わりましたね。これ天茶なんですけども、比べていただけるとこの色の違いわかるでしょうか。抹茶の方がね、明るい緑色に変わってるんですね。でこれ抹茶と天茶同じお茶なんですけども、味違うんでしょうか。早速試してみたいと思います。ではまずは天茶をですね入れていきましょう。こちら天茶 5g あります。でこの 5g をですねそのまま入れていきましょう。お茶の葉っぱほんとね 5g でもこんないっぱい、すごくいっぱい入ってるように見えますね。
でうまみ甘みがしっかり蓄えられているので、お湯の温度ちょっと低めにして入れたいと思います。ではこちらですね、まずは湯冷ましにお湯を入れます。で必ずこう茶器を触ってですね、お湯の温度熱いかな、ぬるくなってきたかなっていうのをチェックするっていうのがおいしいお茶を入れるポイントです。まだね少し熱いので、もうちょっとね冷ましていきましょう。もう一度移し替えます。お湯の温度は容器を移し替えるごとにだいたい10度下がるって言われております。で沸騰してポットに入れた段階で10度下がるっていうことで90度、そして湯冷ましに入れて80度、今茶碗に入れて70度、そんな感じですね。まだ熱いんですけども、ちょっとした香りっていうのも楽しみたいので、こちらで入れていきましょう。お茶の葉っぱが多いのでね、これ全くねお湯かかってないように見えます。しばらくこの状態で待っておきましょう。その間に抹茶の準備をします。さあ抹茶を立てるのにこちらですね、茶筅必要になってきますね。そして茶碗を温めておいたものに入れます。抹茶を入れていきましょう。さあ 2g 弱ですね。これくらい入れましょうか。さあもうね天茶はいいくらいになってきたと思いますので、天茶を注ぎます。透明感がある綺麗な水色をしておりますね。さあ香りを、甘い香りしますね。素晴らしい。では一口だけちょっと飲んでみましょう。うまみ甘みがしっかり感じられる、言ってみたら玉露に近い味わいですね。しかし玉露に比べてちょっと香りがはっきりとあるというかね、そういう特徴ありますね。非常に飲みやすく甘い味わいが特徴です。では抹茶を今度は立てていきましょう。あらかじめ水で溶くことでダマになりにくいようにしておきます。でこれ石臼でひいたものなので結構ざらつきが残るといいますか、粒子が市販のものよりね細かくはなってないんですよね。なのでうまく泡立たないかもしれませんが、味はね全く問題ありません。ではお湯を入れましょう。お湯もちょっとね高すぎたらあれなので80度くらいお湯の温度を冷まして入れます。さあそれでは立てていきましょう。うまく泡立つんでしょうか。なかなかきめ細かい泡っていうのがねできにくいんですが、その中でも比較的綺麗な状態にはなったんじゃないでしょうか。こんな感じですね。出来上がりました。見てください。見た目ちょっと黄色っぽい、緑色っぽい、見た目も違います。泡立っている、透明感がある。じゃあ抹茶をいただきます。すごくね
泡立った感じ、味わいが口の中に入ってクリーミーな味わいですね。で、渋みというのは若干後味にちょっと感じるかなというくらいで、全体としては飲みやすいマイルドな味わいの抹茶ですね。そしてそれに比べて天茶、どちらかというと香ばしい風味というか、香りが全然違いますね。で、味も非常にすっきりとした味わいです。なのでこの2つ同じ飲み物とはもう全く感じられないですね。全く違う飲み物のように感じます。面白いな。ほんとね、同じものなんですよ。石臼で引く前と引く後なんですけども、これほどまでに味が違うかっていうくらい全く違う、見た目も違えば味も違うというようなものになってますね。面白い。で、これ何がそんなに違うのかって言いますと、すりつぶすことによってね、お湯で溶いて立てて飲むじゃないですか。で、抹茶はそうすることで全てお茶の葉っぱ全て飲み込んでるっていう形になってるんです。でそれに比べて天茶は急須で入れたために、そのお湯に溶ける成分が中に出ていって、急須の茶碗ので、この急須の中にはお湯に溶けない成分が残ってます。なのでお湯に溶ける成分だけ飲むとすっきりした味わい、香りが高い味わいになるんですけども、お湯に溶けない成分もすりつぶして飲むとより複雑味が出てきて、見た目も全く違うもの、この泡が消えてきたらよくわかると思うんですけども、透明感がなくて緑色がしっかり濃いしっかり濃い見た目の飲み物っていう風になってます。それとともに味わいが変わっているというくらい感じですね。面白い。目をつぶってこれとこれ同じ飲み物ですかって言われたら全く違いますって言ってしまいますね。これ本当に抹茶は飲んだことある人でも天茶は飲んだことないと思いますね。なので天茶飲む機会があったという方いらっしゃいましたら、ぜひともね一回飲んでみてください。抹茶とは違うすっきりとした味わい、これはいいですね。面白いです。いやー、なかなかねこんな機会ないから楽しいですね、お茶って。素晴らしい。以上、茶とひとときのコーナーでした。皆さんもおいしいお茶飲んでくださいね。まもなく9時になります。